笑わなかったら一回からいいね。よし、成さん行こう。どういうとこだ。よいしょ。そうだ。君は審査行けなくていいよ。もう5段間違いない。本日ありがとうございます。よし。本日はですね、いくつかご質問したいことがございまして、師範が総本部の指導員をされていたと思うんですけれども、その頃にやられていた黒帯研究会の内容について、あと師範が隊長されていたと伺っている合宿について、あとちょっと本日お持ちいただいた何冊かの本についていろいろ伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあまず最初は、はい、黒帯研究会について。黒帯研究会は大山先生が教えるということで、黒帯研究会は大山先生が忙しいので、議員さんとか、それからいろんな著名人といろんな打ち合わせがあるので、ほとんどいない時が多いんですね。そのいない時に自分が一番上でみんなを指導していたんですけど、まあ昔の人たちがいっぱいいましたからね。そこの時に、来てまず傾向としては、金曜日と日曜日の週に2回ありました。そして、僕の前はみんな師範代が大山康彦師範とかそういう人たちが教えて、僕の番が来たのはほとんどアメリカとか行っていなかったので、大山先生が一番上で自分をやれということで命令されてやってました。その頃師範おいくつぐらいの時ですか？考えたらちょっと忘れたな。何歳だったろう。40くらいかな。40ぐらいだと思うよ。そしてそこの練習法としてその当時の、名前は一応出さないでおきましょう。それで、最初は基本が一般下校でありますけど、基本はほとんどなくて、一番最初から柔軟体操をやった後、移動稽古ですね。移動稽古も、全部回転ですね。回転稽古ですが、回転稽古を始めますね。移動稽古。回転ばっかりでしたね。それで5本蹴りとか回転。なぜ回転蹴りを教えたかというと、今ボクシングなんかにはフットワークがありますよね。空手のフットワークってどこの本にも誰も習ってないと思いますね。フットワーク、動き方をですね。だから構え方も自然に大会を見て構えたり、してて指導されてないと思うんですよ、師範から。多分大山先生はボクシングもやってたんですよ。ピストン堀口って超有名な昔の人で、ピストンみたいに速いからピストン堀口って言ったわけですね。その人の道場も行ってて、構えが全部戦う時はそんなね、構えはちゃんとこういうふうに構えるでしょ。右手にちゃんとこうやって構えるわけですよね。ちゃんと構えがね。で構えをこう持っていくのにそれから来てると、だって基本は全部三振出してるとここから出してるでしょ。それじゃ戦いがないから、大体構えとしたら左足は前の方に置いて、相手の右足はこれじゃフラフラするからちょっと45度で、猫足出しとか牙出しとかそういうので戦うでももうちょっとまずいよね。こういう考えでみんな戦ってますよね。だから顔がなければ下に持ってるし、顔があるんだから空手は顔も叩き合ったんだから、口のところに置いて、左は目のところに置いて、こういう構えになって、下に置いたのをこう持ってきて、そういうふうにして戦ってるけど、
大山先生はその構えとか、まあもう大山先生は自分でこうやって構えてた。だからその構える今はもうほとんど動きもこう歩かないで前に後ろに下がってこう回る時とか、だから回転をこう教えたのはその理論じゃないかな。こういう回転、こう下がる時、それから横に行く時、右に構えたらこう構えたり後ろに下がったり回転したり、回転ばっかり練習したんですよ。回転稽古で上の手のつきも足のつきも前蹴りも回し蹴りも回転で帯剣は練習しました。ほとんど基本は一般稽古でやってますから、その帯剣では黒帯剣系でそういう、だからステップっていうのはボクシングでいう用語ですから、だから円形で動けというのが大山先生の教えだったと思います。円を描いてですね、回転稽古、今みたいに。それはもう前屈立ち、騎馬立ち、いや、そんな時で戦う、もう自然、だって今、大会でそんな前屈立ちで立ってる人いますか？ほとんど後屈立ちもいません、猫足もいません。猫足をやるっていうことは、その時の稽古方法であって、試合の時そんな、だから構えはいろいろあるけど、普通は今みたいに左足を目の高さを見て戦うのが一番みんな理想で、今、首から下は、首上を叩かないから下に構えちゃう。それじゃ実践的じゃないから、我々やっぱり空手は実践の稽古で目つきもあるし筋腱も全部あるんだから、ちゃんと顔面を構えて、今試合は胸を叩いたっていいけど顔叩けないから、だけどいつも叩いてないと顔叩けませんからね。胸ばっか叩いてたらそういう癖ができて、実際どっかで例えば外国で向こうから向かってこられた時に、そんな胸叩いたって聞きゃしないですよ、外国。だから顔をカバーしてるっていうのは普通でしょうね。長打回し蹴りが来るんだから。だから回し蹴りは足の技は上まで上がるんだから顔をカバーしないけど、今足の上がらない人は全部顎から下に構えてるでしょ。だからこれはちゃんと顔のでもいいし、でも練習もしておかなきゃいけないから顔に構えるということが、ね、前蹴りも回し蹴りも手のパンチも全部手で受けたり下がったりダッキングしたりね、そういうのを全部やるために練習したということでしょうね。それで気温が大体1時間半ぐらいだから1時間ぐらい移動だけで1時間ぐらいやったり、それから5本蹴りをもう20分ぐらいやって、それは長かったですね。スタミナをつけるために、試合にできるスタミナをつける、それは移動稽古だけでそれだけ。2時間ぐらいあるの1時間2時間ぐらいあるのをもう30分5本蹴りやりっぱなしとか、そういうのが多かったですね。今でいう空手のシャドウだよね。シャドウ。だからボクシングでいう空手がもうボクサーもシャドウボクシングは必須ですからね。ほとんどシャドウボクシングとミット打ちとスパリングといって当てないマスボクシングをやるで、そういう軽いのをやるということが必須だから、空手の場合もそういう感じで動きましたね。で、相手と組手をやるっていうか同じ種類だから、多分大会があるので、大会の時に思い切りやらないといけないので、組手はあんまりやりませんでしたね。海外から中村師範が来た時はやらしてましたけどね。それで市内で引っ張たかれたりね、山中で引っ張たれたりした黒帯研究会です。アメリカが来て中村師範が、大山茂師範も来てた。そういう稽古が黒帯研究会、それが終わったら今度はですね、型をやるんですね。型を同じ回数を館長がやる。なぜか型をやるかといったら、外国行って組手ばかり指導員にして教えられないだろう。なぜかって言ったら、組手は向こうもでかいから、毎日もう1回経ってフグ行ってるの自分そんなできるやつもいなくなるから、型で教えなきゃいけないっていうので、型を
やりましたね、何百回もやって、その時肩やったのは、まあピンアンの裏ですね。ピンアンの裏がほとんどでした。それから精杯だね。それはあとサイガーもやったね。それからあともう一つセンチね。センチもやりました。それは館長は、山口高原の師範代をやってたんで、山口高原50里は宮城長春っていうのが沖縄で、中国の那覇の塾で宮城長春が持ってきたのを山口高原が杉並の国道場って我々が子供の頃は道場、そこに大山先生師範でやったら50里の方は西園地サイハー、それから撃砕っていうのはやらなかったね。だけど50流の方を何回もやりましたね。それから三鎮天正はやられました。あとは精杯とかやりましたけど、精杯は小道館の方でしょ。ピンアンもそうだけど、ピンアンも小道館、船越義人の方が小道館、先生は小山先生は船越義人の先生の方にも習ってるんですよね。そして習ってました。それで組手ばかり、組手主体だから、当時は喧嘩空手と言われてたんですよ、岩柄はね。それは皆さん知ってると思います。だけど館長はダンス空手って言ってたんです。肩をやるやつ、ダンス空手。今言ったら肩が主流になって肩の試合やったりしてるのにさ、ダンス空手って言われて、我々の時代はね、俺古いけどダンス空手で言ったんだよ。向こうは笹川良一が笹川良一死んだから名前出すけど、あいつらがやってるからってね。笹川良一にいろいろ問題あったけどね、そういう話をしてましたね。ダンス空手、俺らもダンス空手肩はさから一生懸命みんなやらなかったんじゃないかな。ほとんど少年部肩やってなかったよ。少年部の大会もなかったからね、その当時は。今少年部主流になって少年部がお客さんだからそういう感じ。帯剣はそのぐらいで、なんか質問ある？あとなんか気がついたことに。すみません、一個だけ。立ち方、要するに基本的に組手立ちで。組手立ちっていうのはないの。組手立ちっていうのは新しくね、組手立ちっていうのを作ったのは、その辺試合に出てる人たちの師範代が作ったんで、組手立ちなんて言葉なかった。組手の通りどんな構えでもいいわけ。組手立ちなんて、組手立ちってそんな決まってないよ。今組手立ちはだからそこの新人でやってるけど、普通だって構える時さ、猫足こう臭い猫足で構えて戦えないでしょ。動けないんだから、やっぱり動くのは2本足で安定して、左足は前向いたりちょっと向いたり上を向いたりで、金玉を蹴れないんだから、こういうしてほとんどボクシングとそうしたくないじゃない。こうやって叩くしてるでしょ。脇を絞れて、もう顔面はやっぱりちゃんと蹴りが来るから顔面の上に持ってきたり、こう構えたり、こう構える人もいるし、こう構える人もいるし、実践的に構えるし、顔にパンチがないからここから下をかましてこうやって構えてる人もいるけど、それはもう空手じゃないよな。だからそういうことで組手出しではありませんでした。ということです。次はあとね、ついでだけど、英語で言うのあんまり好きじゃないんだよね、大山先生は。ストレートとかパンチとか、ストレートって言ってる人だけど、ストレートとかフックっていうのはボクシング用語でしょ。パンチもそうするとさ、今アメリカも日本も英語使ってるんでしょ、道路だってどこだって。だから今の人はパンチとかストレートとか言ってるじゃないですか。言ってるでしょ。それはだって
直好きとかさ、ね、逆好きとか、こっちは逆好きだよな、ストレートって言うでしょ、こう叩くのストレート、こう曲げたり、こっからねじるからねじる、だからねじるとこれだけ時間が損するんだよ。だから本当空手なんかパンとこのままいったら早いよ、これ点で。だからその構え方は組手立ちっていうので今よく使ってるけどさ、うちの師範代たちもね使ってるけど、組手立ちっていうのはまあいいと思うけど、組手をするんでいいと思いますよね。フックもね昔はなかった。フックっていうのはここ90度こうフック、こういうフックもあるし、こういうフックもあるし、フックね、これ今何したっけ、これ鍵付きですか。鍵付き、これね途中で試合が鍵型して、鍵型とは曲曲がってるから曲打ち、それからこう英語じゃなくて、英語で何ちゅうの、L型が L型だよね、これ L型って言う人もいるし、L型とかL型構えとか、メイウェザーが L 型で構えるから前に出して、そういうのに外国の人たちで言うようになってきたね。みんな空手の人はそう言ってるんじゃない、パンチとかフックとか、アッパーは下突きって、まあ昔は下突きはあった、牙出して下突きあったからね、下突きあって、だからこれなかったんだよ。だから回し打ちしかない。回し打ちでこんなことやったって受けられるしさ、だから鍵そのまま前についてこっち曲げてね、いてこうコンビネーション作れなったわけよ。だからそれは全部コンビネーションは自分たちで考えて、こうしろという基本もないから、その後の支部の支部長が教えるしかなかった。だからそういうのでいろんな支部長によっても曲打ちって言ったり、だからエルボー打ちだとか、だから言い出したんだよね。下付きのことはアッパーでしょ、アッパーカット、顎に入れる、実際は顎に入れれば、顎が一番弱いんだから、この後も下って腹筋鍛えてるやつに効きやしない。だから組で見てとパカ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 首から下叩いてるでしょ、顔一発で横でコンビニジャブから、ジャブっていうのはこう自分の目を、だからジャブっていうのは裏剣、ジャブっていうのは裏剣ですよね。空手でいう裏剣をこうやって相手の自分の目を隠しながら右のストレートで叩く。裏剣はボクシングないから、裏剣が速い方がこっちからパンパンパン裏剣つけられ叩いたから速いね。と俺は思う。まあそれはそれの支部長がみんな一応それを作っていったんじゃないか、指導する。ありがとうございます。で続いてですね、新曲新会の方でも確かコロナのあたりでちょっと中止になって残念だったなと思うんですけど、合宿がやはり名物で話をよく聞くんですけれども、当時の合宿はどんな？そうですね、はい、じゃあ合宿は僕たちの前には、隊長は前の先輩たちがやって、僕も途中からみんなアメリカ行ったりいなくなったんでしぶしぶ行っちゃったから、僕が本部に残ってる頃何年ぐらいだったかな、冬も三つ目で冬と夏は最初の頃は、一番最初の頃は三つ目とね、千葉なんですよ。千葉も2つぐらい変えたから、千葉の一番古いところは、千葉のどこだったかな、なんかね千葉のところで、九十九里の方だけど、そこのとこでやったんですよ。なんか学校がね、清白寺の学校を夏の時に借りて、夏休みにそこの教室の中で、今みたいな立派なホテルじゃなくて教室の中でした。で教室、松の木があって教室があって、その教室に布団屋さんから借りた布団を着て寝て、300人ぐらい来てね、合宿。それでもう1週間から2週間になった時もあるけど、1週間合宿ずっと歩いて
9時ぐらいまで歩いていくんですね。でそこの海岸のとこでみんな班別に班長一人ずつ黒帯茶帯も班長になってずっと10班ぐらいあったかな。でマジでランニングして大山先生の写真があるけど走ってランニングして走ってね、そしてランニングして、あとはそれから班ごとに移動稽古基本だからこう相撲いろいろなことをして力腕立てやったりして、で2時間ぐらいやったら朝稽古朝早い太陽を拝みながらやるんだから、で太陽が沈むまで朝稽古して、それで2時間ぐらいやったら戻って昼飯かな、昼飯だったね。で、はい、朝飯だからまだ朝飯も食わないで多分行ったから入れて、で昼飯食ってでまた昼から稽古したね。ちょっと休んで睡眠とって、まあみんな元気いいからね、その時若いから。ほんでもうビールも飲んでたよ、館長に見つからないで飲んで、練習したんだから体力あるわな。酒を払ったってすぐ酒になる。でまた昼から海岸に行って半月にそれを1週間ぐらいやるわけで、後になったらもう2週間ぐらいやったと思うよ。それが終わっそれが千葉の方でやって、それが千葉が終わったら今度は天気変わったんですよ。千葉の他にね、どこだったかな、静岡桜ヶ池で、そうだ、千葉の他にもう一つは、あそこにある静岡県の方に桜ヶ池神社って言ってるので、そこに池があって、そこのとこでそうだ、そこの時はあれがあったね、空手バカ一代が雑誌に少年マガジンに載ってたから、それの撮影がもうたくさんありましたね。少年マガジンに少年マガジンが連載してるから、その撮影写真撮りに行くんですよ。だから上の写真撮り試し割り必ずねサンドバッグ持っていくんだよ、本部から。その時の合宿はサンドバッグ枝にぶら下げて、木に今頃怒られちゃうから枝にぶら下げて、でサンドバッグ、それから試し割りの板、レンガ、ブロックいっぱい瓦で全部持ってくるので、海岸で試し割り大山先生がやらせるんだよ。でそれを写真撮るんだよ。それをずっとやって、ランニングもすごい10キロ20キロね、夏の合宿で真っ暗になってさ、それで棒持ってさ裸になって隊長たちが全部ずらずら歩いてきて、そういう合宿だったね。もう本当にイケイケだよね、その頃はみんな。写真で見る滝に打たれて、それは今からそうですね。夏はそういう感じでやってたね。そう、夏の合宿はそういう感じで、次は冬の合宿ね。それ夏の合宿は千葉とか桜ヶ池とか、また変わったけどね、最後ぐらい僕がそこから退いた時は誰かやったんじゃないの。これもう10年ぐらいやったかな。いろいろ思い出があるんですね。だからそれが終わって、今度は冬の合宿は7月の4日から埼玉県の三峯神社でお堂の中に泊まって、寒いわね、前降りだから4、5、6、3日間、そこの時にその当時はバスで行った。池袋はバスでもう2時間かかって三峯神社まで行って、で三峯神社半ごとにで、そこは神社だから宮司がいてさ、で宮司さんがいて、で朝挨拶して、そこで朝稽古、また昼稽古ねやって、そしてそれはもうマラソンがすごかったね。下にダムがあるから、そこまで20キロのマラソンするんだよ。マラソンがすごいで、マラソンやって20キロ、そういうシステムがあって、あと撮影も確かにその時あれが来たね、なんか有名なアナウンサーの撮影があった
これもまあ YouTube で流せばいいけど今度流しますけど、撮影ね。でもう火を起こすためにうち弟子がみんななんかオイルを担いでオイルを持って山登って下って山から歩きながら大山先生も最初頃一緒に俺と二人で降りたり登ったりしてさやってましたけど、まあ、年取ってきて最後頃はもうケーブルカーがあったからで最初そこで滝浴び途中に山の中腹にあれがあるのよ滝があるのよ凍ってんだよ滝がそこの中にザーッと来てさ歩いてくるんでねでそこで中間で全部脱いで裸になってね道着揺れるからもう道着は下だけ履いてそれで滝に一番最初は隊長だなそこの隊長が入るんだよそういう習わしだから俺の前の隊長がもうそれを見てて真似してああこうしてんだなって俺もその後でそれ自分が一番最初入るわけそれでそこで月をね20本やるわけよで滝浴びながらそれで戻ってで出てきたら次は黒帯の連中でずーっと全部茶帯それで全員が入ってこんなもんそれを撮影テレビ局が来てね撮影したことあるその時ねそうだうち弟子の試し割りとかそういうのがな自動車飛び越しやったね自動車がバーって館長の車にまあ昔の館長の車に乗ってね車がそんないい車じゃないのね会社のでっかい車がバーッと走ってきてそこをバーン飛び越すんだよバーンとでそれうち弟子の足のジャンプ力のあるやつがねもうできるやつとできないやついるからまあ最初侵入ってきた軽い身が軽いやつらジャパンアクションクラブのやつらとかバーンと飛び降りて飛びたいんでね試し割りやったりしてやってたねそういう催し物があってで必ずご飯来る時はお祈りしてちゃんとね厳しかったよお祈りしてそしてあれですかそうか権行って言ってさなんか坊さんがこう拝むんだよそこにもずっと立ち上がって全員がお堂の中で我慢してさそこのやつやってる正月やってんじゃんああいう感じのやつ寒い中でやりましたね、そういうのが思い出があります、それが冬の合宿で寒稽古みたいなので海の中に入ってみたいなあれは夏の合宿あれは夏ってやつです夏は海の中に飛び込んだりあと騎馬戦やったりそれは夏でね相撲大会必ず館長は相撲大会やらしてやったりした、それでビール瓶をさ蹴って割れとかさ館長が命令してやらされるわけよ試し合いの稽古はそれで全部やらせるわけよ命令だから大山先生大山俺ら館長って言ったんだよ大山総裁とかそれは後で、まあ偉くなってから極真会館の館だから館長って我々は館長って言ってさ親しみ持ってたね大山先生にはそれでもう俺も行けばさ背中流してやってねお風呂入って、そういうことを館長の背中流したりでやりましたよまあ楽しかったねその頃はまあ今84歳になったけど若い頃はもう本当に一生懸命ねしましたということです時間がちょうど30分ぐらいになりました今日は黒帯研究会と合宿のお話を伺うことができましてまた別の機会にこちらの本の話聞かせていただけたらと思います。そうですね合宿の時の、写真も動画ありますからそれを一回今思い出したけど入ってるな動画が見たことある
地上最強の空手とかに映ってるやつ違うのはあるんです、違うやつそういう専門のが。そうそれで動画流せると思うから、そう多分許可してくれると思うから、それで流しますから。楽しみにしてで、最後、ます。 YouTube チャンネル登録チャンネル登録お願いします。それになんだっけ、いいねも押して、コメントも流してください。押す。はい。じゃあよろしくお願いします。押す。ありがとうございました。で、30分ちょうどよかった。これ1分流